トラハクをご覧の皆様おはようございます。私たちはただいま北海道は帯広市の方までやってまいりました。はい、今回の動画はですね、新しいシェル発見しました。はい、結構前から発見してましたやっとね北海道来るタイミングがあったんで、取材させていただく形になりました。早速ね紹介していきたいんですけれども、その名もシェルルと、いうことでございます。こちらのシェルの特徴でございますね。どういったところが特徴でしょうか。オーダーメイドです。で、あと北海道なんで断熱しっかりしてます。まあ大事ですからね。で、家具もオーダーメイドなんやけど、家具がめっちゃ可愛いんよ。マジで想像を超えてきますよ。そう、なんかキャンピングカーの家具やとは思われへんような感じなんよ。めちゃくちゃいいんで、ぜひこれはね紹介したいなと思います。はい。はい、それでは早速外観の方紹介していきたいと思います。ベース車はキャリーですが、どんな軽トラでも1トンとか大きいトラックでも作ってくださるとのことです。なのでこのねシェルのサイズ感は結構自由に決められます。なのでこちらのシェルはご納品前のねシェルなんですけど、お客様のご要望で10センチぐらい低くあえて作ってあるそうです。なるほど。やっぱね車庫の高さとかもあったりするからね、ちょっと低くしてほしいとかねできると嬉しいですね。構造がですね、こちらは軽量鉄骨の骨にスタイロフォーム 25mm で、外壁がガルバリウム鋼板となってます。なるほど。軽量鉄骨の他にアルミを使われることもあるそうです。フレーム自体結構軽く作れるって感じですかね。そうね、やっぱりね、最初は木で作られてたそうなんですけど、軽量化のためで工夫してどんどん進化して今に至っているということです。なるほど。やっぱ大変ですもんね、350キロ収めるっていうのはね。そうなんよ。みんなそうやって試行錯誤して軽量化したり使い勝手良くしたりとかされてます。どのビルダーさんも。そうですね。350キロに収めるって言っても、このシェルだけが350キロには収まったとて荷物入れれないじゃないですか。そう入れへんくてほんまに寝るだけの人はいいよ、それでもね。やっぱね、なるべく軽くと考えると、ビルダーさんのね汗と涙の努力がありますね。そういうことです。でこちら助手席側なんですけど、窓が住宅用の二重窓、滑り出し窓がついてます。いいですね、これ窓。いいですよ。でこっちが換気扇で、この上がソーラーの取り込み口です。ここが外部電源口ですね、いわゆるこういうプラグタイプになってます。なんで挿すだけでいい。延長コードを買ってきて挿せば OK。なるほどね。いいよね。いいですね。でこっちが外部電源です。コンセント使えるやつですね。でこの窓とかガルバの色オーダーメイドなんで自由です。場所も変えられます。これね微妙に嬉しいポイントなんや。確かにそんな大したことないと思うかもしれんけど、大事ですよね。そうですね。こっちが運転席側ですね。でこっちには上にキャンピングカー用のアクリル二重窓がついてます。なるほど。だから住宅用だけじゃなくてキャンピングカー用のね窓もつけられます。さっきとやっぱちょっと違うんですね、窓がね。これはもう同じように滑り出しで外に開くタイプなんやけど、丸みがあってアクリルということです。でこのねバンクの先の方には換気扇がついてます。これやっぱりバンクの先にね湿度とかがねこもっちゃったり熱がこもっちゃったりするから、それをこの換気扇で排出してくれるという風になってます。なるほど。バンクに換気扇はいいですね。ちゃんと考えられてるよね、風の通り道をね。確かに。後ろ側ですね、これは煽りを閉めたら出る上側だけちょっと飛び出てます。こっち側だけね。そうで上はこのまんまね屋根みたいになってます。なるほど。もちろん普通の箱型でもいいし、後ろ飛び出してもいいし飛び出さなくてもいいしっていう感じですね。でこのドアも住宅用のドアだそうです。なんかちょっと初めて見るタイプやね。そうね。こう開けるね。で鍵も2つついてて、いいですね。鍵2つやっぱ安心よね、ちょっとね。確かに。でこれも北海道で住宅によく使われるドアだそうで、断熱材も入ってる断熱効果もあるドアです。なるほど。まず脱着方法は4本足のジャッキです。ここ2箇所で1本、なるほど、前後に2本で反対側もね、4本でジャッキで上げてシェルを浮かせてトラックを出すという方法です。なるほど。詳しくはね同じタイプの
脱着動画あるんでそちらをご覧ください。固定方法なんですけど、固定方法はカムバックル式ラッシングベルトでございます。これは脱着する時の足につける場所にこのアイボルト輪っかのついたやつをつけて、これで荷台に固定しています。なるほど。これも4箇所ですね。そうですね。十分だ。じゃあそれでは中を見ていただきましょう。まずね、このドア、これクローザー的なやつですよね。開きすぎたりしないように。おお、なるほどね。ここについてます。これもね、住宅で使われるやつで、これを閉めようとするとここはね、上がこれね、スライドしてって閉まると。ということはずっと固定されてる状態みたいな感じだね。ああ、なるほど。引っ張らんと動かへん。どこでも止まるっていう感じです。で、普通のクローザーと違って場所もねかさばらへんから、それいいやん。めっちゃいいよね。で、この鍵がね、これ閉めとかないと動かないようになってます。おお、素晴らしいね。いいよね、これね。2箇所あってね。ああ、なるほど。いいね、この扉。チョイスがすごいよね。はい。で、ここに完璧な網戸がついてます。めちゃくちゃいいっすね。このね、ワンタッチで。で、これね、ここのね、磁石で。ああ、なるほど。なってます。おお、全然場所取らへんやん。そう、巻き取り部分がね、ここなんやけど、これね、全然厚みないんよ。わかるかな？こんだけしかなくて、だから壁から全然はみ出してなくて、これがめっちゃ素敵です。一部分でも飛び出してしまうと結構ね、室内圧迫しちゃうんやけど、こんだけのね、はみ出しで済んでるっていうのはかなり嬉しいポイントですね。で、ドアの反対側には手すりもついてます。やっぱね、荷台高いから登る時に手すり欲しいわけですよ。中はこういう感じです。高さはね、あえて低く作ってあるんで、165センチでちょっとまっすぐは立てないかなぐらいの高さです。あと10センチぐらいはね、高くできるそうです。で、壁紙、あと天井、下がクッションフロア。これも好きに選べます。なるほど。オーダーメイドだからね。壁紙のつなぎ目見てほしいんやけどね、こういうのでね、埋めるんやけど、めっちゃ綺麗にされてるんよね。よく見ないとわからないみたいな。もともと外壁屋さんだそうで、だから外のコーキングとかも超綺麗にされてるんよ。ああ、なるほどね。ちょっとあんまりお上手じゃなかったらね、見た目もねちょっとよろしくないから、やっぱねそこはね、技術職ですよね。そうですね。確かに。比較的内装はシンプルな方ですよね。そう、これはお客様のオーダーでご納品前のやつでかなりシンプルに作られてます。はい。こちらが外から見た時の助手席側の住宅用の滑り出し窓ですね。こういう感じで。なるほど。で、ここにもこの最高網戸くんついてます。最高網戸くんって。こんだけないの。窓の枠に入れたらもうはみ出しほんまに2センチぐらい。確かに。めっちゃこれがいい。場所を取らないですね。全然ね。で、こうやってねカーテンもしっかり。いいですね。可愛い。これアイアンバーじゃないですか。そうなんですよ。住宅用の窓の時にカーテンないと自分で作るの結構大変やからね、このサイズ感のカーテンってなかなか売ってなかったりするからね。で、こっちの窓が運転席側のキャンピングカー用の窓ですね。これも滑り出し窓でございまして、これはこういう感じでね、カチカチ角度調節して奥まで行ったらこう閉まるというタイプです。で、下から網戸、上からシェードです。なるほど。で、照明はこっちにダクトレール、でこっちはこういうちょっとね、なんて言ったらいいんかな、帯状みたいな。そうね、普通の LED の蛍光灯みたいなやつだよね。幅広で、でもね、眩しくないんよ。このカバーのチョイスかな。で、ここにスイッチ、換気扇これね、とこれが照明のスイッチです。こちらはね、ここにスイッチとコンセントがあって、このスイッチがこっち側のスイッチです。ね、これレールやからね、これをねちょっと動かすこともできます。あとね、この子自体のね角度も変えれるから。これね、いいよね。レールライトはめっちゃ便利やと思いますよ。で、ここのね天井の上、
角のところ斜めになってるの気になると思うんやけど、ここに照明の線がとか電気の線とかが通ってます。だから壁に完全埋め込みじゃないから、ここを剥がせばね、何かあった時もメンテナンスできますよっていう感じやね。いいですね。はい。これが後ろ側ですね。で、ここの煽りの外に出てた空間、ここにね、ポータブル電源置かれてます。で、ちゃんとこの動かないようにね、ブラッシングで止めれるように、ここに固定するための金具がついてます。すごい、本当や。こうね。で、これもついてて落ちないように落下防止になってます。ちゃんとここにポタ電を置けるよという状態ですね。はい。で、この下の空間、ここにね、ドカンあると思うんやけど、マリオが入っていきそうなところがあると思うんやけど、これはスポットクーラーの排熱をするためにお客様がオーダーされたそうです。なるほど。はい。こちらですね。これがこういう感じに電気の、今はこれがポタ電から来てるから、ここに挿すとポタ電から使えますよ。これをこっちに挿すと外部電源が使えますよっていうことです。はい。なんでこれがシェル内の電気をまとめたメインプラグですね。そうですね。で、この子がブレーカーでオンオフみたいな感じだね。こちらのね、窓の下、これなんかあるじゃないですか。ちょっとね、今ないんやけど、こういう形のフックをこの穴にね、こうかけたらこうなるんよ。わかる？で、あっちにもつけたらその上に天板乗せてテーブルになったり棚になったりするよという感じのやつでございます。だからね、高さを変えれるんよ。可変式ですね。そう。だから例えばこう床に座ったとしたらテーブルここに欲しいやん。ちょっとしたチェアとかに座ったとしたらテーブルもうちょっと上がいいやん。そうやって変えれるっていう感じです。買った時はね、こうやって使うって想定してこの高さとかって決めても、結局使っていくうちにね、そのスタイルが変わった時に、いやこれなあ動かせないなってなることもあるんですよね。だからこういうのあると便利ですね。そうですね。こっち側が軽トラの運転席側ですね。ここがテーブルになってて、ここに簡易的なギャレーがあります。このね、タンクに水汲んできて使うタイプですね。排水にもタンクをつけると。なるほど。いうことです。これぐらいがいいよね。あんまり積みすぎるとやっぱ重さも重くなっちゃうし、場所も取っちゃうから、そうなんよね。つけるとしてもこれぐらい簡易的なやつの方がね、軽トラキャンには合ってるかなと思います。で、この下、こちらがね、通気口やね。キャビンとの後ろの間から空気を吸い込むということです。シェルと車の間ですね。そういうことです。バンクです。まあこれはもう完全に荷物置きみたいな感じだね。で、ここにかっこいい突っ張り棒がいて、ここに超かわいいカーテンがついてる。かわいい。なんかこのちょっとさ、革っぽいオレンジっぽい感じの色味が。こうやしとくとバンクにね、荷物置いてても隠れます。めっちゃかわいい。いいね。で、ここのバンクのこれフラップになってるんですけど、まあ、荷物置いた時にね、結構こんだけ深さがあるからほとんどのものは落ちないよと。で、ここで固定されてるんでね。ああ、なるほどね。ああ、いいですね。で、これを外すと、シュッてするとこう開くと。で、ここにね、下にもこれが入る位置が固定できるところがあるんで、これをすればこれ以上開かなくなるよと。でね、荷物出し入れするときはこれで。いいですね。いうことです。これが外から見た時に言ってたバンクのところについてる換気扇です。なるほど。デモカーの方もご紹介させていただきます。これがトレーラー。いいですね。で、そっちが軽トラのタイプですね。これ見て、かわいいシェルルのマーク。では、中をどうぞ。なんかこんな感じです。すごくない？すごい。めっちゃ可愛いし、めっちゃ広く見えん？やばいよ。ちょっとね、電気がつながってなくて暗くて申し訳ないんやけど、紹介していきますね。まずこっち側、ギャレー。そうね。というかもうほぼキッチン。キッチンね、確かに。こんな可愛い、これ何？トースター？ですね。ついてるし。めっちゃ可愛いな。そう。で、これもね、ちゃんと落ちないように止められてます。で、ここもなんか置いてたんやろね、ケトルとか。で、下が棚になってます。こういう感じでね。普通にキッチンの下みたいな感じやね。ほんまやね。で、こっちにタンクを置いて、余った部分は収納にできるっていう感じですね。こっちも
おい。ゴミ箱になってる。でこれでそう交換できると。いいっすね。めっちゃいい。ちゃんとね走行中開かないようになってるし。でこれが常設ベッドです。そうですね。すごいな。広くね。あ、全然いける。すごい。170ぐらいあるわ。やばいですね。めちゃくちゃよくない？ゆったりできる。最高やん、こんなん引っ張ってさ。そう幅がめっちゃあるんよね。でカーテンもあるわ。上からね明かり取るタイプのはめ殺しの窓ですね。この高さにあるとね開けてても明かりは取れるけど外から中は見えへんからね。確かに。こっちが住宅用のさっきと同じね、滑り出しの窓がついてます。でここもこんなね大きい収納になってます。で走行中開かないようにねこういうやつもねついてます。なんかいちいちおしゃれですね。でもちろんここもベッドの下ね、でっかな収納です。これ何でも入るで。いやすごいっすね。ちょっとねデモカーやからボルトで固定されたままなんやけど、そうですね。めっちゃ広い収納で、この入り口の横、こういうね普通の椅子に見えるんやけど、こっちから見たら下駄箱ですね。本当ですね。これはすごいですわ。見えてませんでしたもん僕。そっからじゃわからんよね。色味とか一個一個のパーツとかめっちゃ可愛いやん。いやそうなんよ。さっきの5の品前のね、あのシェルもそうやったんやけど、こういうね角が全部さ丸くなってるんよ。ここもだってさ四角くていいのにさ丸くしてこうやってねキー貼って目隠しつけて、うわほんまやな。そう全部そうやって作られてるんよ。でこのさドアだってさ一枚板でいいわけやん。ちょっとなんか作っちゃったりしてめっちゃおしゃれじゃない？確かに。いやすごい。いやすごいな。でちなみにこれはエアコンもついてます。そうですね。で照明はなんかこの見たことないものついてますね。そうっすよ。いちいちおしゃれなんやけど、すごい。床のねクッションフロアもこういうねおしゃれなのさ。家みたい。そうこれめっちゃいいみたいよね。可愛い子供部屋みたいな感じ。確かにね。もうここ子供たち 2,3 人でさゴロゴロ寝そうな。めちゃくちゃいいな。じゃあもう一個いきますか。そうですね。もう一個はそのジャンボタイプの方、ぜひ見てみたいと思います。はい、こちらがジャンボ用のタイプのデモカーのシェルです。今ね標準トラックに乗ってるからこの車体とね同じぐらいまでしかないんやけど、ジャンボに乗せるとあとね30センチぐらい後ろに来るようになってます。なるほど。はい、ではなんか見てもらいましょう。こんな感じです。やばくないこれ？ちょっともう何から紹介していいかわからんぐらいのすごくないこれ？何十台もトラキャン見てきてるけど初めてやわこんな。玄関のこの靴置き場から。そうこれ靴置き場ですよねって感じ。なんかおしゃれなボトルかなんか並べるんですかぐらいな感じの。でこれはもうおなじみの角丸くなってます。これやっぱねちょっとドアにかぶってるんよね、入り口のところに。そっか、こう丸くなるだけでそういう感じがしないね。それがだいぶ緩和されるんよね。でしかもこのグレーとグレーの微妙な違いの組み合わせ、これできるんすごくない？すごすぎ。でそこは開けるとギャレーのシンクを設置してもいいしね。それもいいよね。でここの下棚収納、これもね稼働できるようになってますね。ああいいですね。こっち側も棚になってます。見てこのさステンドグラスみたいなさ。そう素敵なで収納になってる。ああめっちゃ可愛い。こうなんかさ左右違うやつがついてるんやけど。ああそうね。めっちゃ可愛い。でここもテーブル、でこのテーブルはこのねソファーのギリギリまで来てるんやけど、こう丸くなってるからやっぱりね圧迫感があんまないね。ここガッてきてたらねちょっとね、狭いかなって感じちゃうかもしれんけど、丸みあるだけでねそういうなんか圧迫感が減るよね。これいいね。でドリンクホルダー、うっかりそのまま走っても安心、騒がなくていい。走っても安心。確かに。でこれねバンクの板こういう感じでね外れるようになってます。すごっ。だから邪魔な時はのけれるんやけど、これもこのテーブルと同じ丸みがあることで、ここにあってもそんなに邪魔にならない。確かに。ここやっぱさこう出ちゃってるとさ立つ時にこうそうね、こういうところに座るやん。多分角やったらちょっと危ないしね、ほんでこうガンってなるけど、これが丸くなってるから全然大丈夫。そんなにあっても気にならないかなって感じ。
これじゃあもうこのサイズで寝れるってことや、このまんま。こんだけやったら十分寝れる。いや十分。だって700ぐらいはあると思うから、十分寝れる。寝れるよね。棚の上に乗ってるのと、こっちはここにね補強というか、これの下にこう入る。なるほど。だからグッて押さえ込まれても上には上がらないし、こっち側はここにね支えがいるんよ。だから棚とこの支えに乗ってて、でもこのまんまやったらここ押すとねこうなるんやけど、ここに入れることによって全然大丈夫。うわーすごい。しかもそんなに重くないし。ちょっとしたこと。すごくね。それでめっちゃいい。でこっちがソファーになってます。ソファーの下はもちろん収納ですね。これは電気がいます。ああなるほどね。もうそこに集約されてますね。はい。でこれ上げてテーブルちゃんがいまして、この子をここにかけるじゃないですか。はい。でこうするとテーブルになると。遠い面ですね。はい。遠い面。でここにもねカップホルダーくんもいるし。もうやばい空間やねこれ。なんですのんこれ。すごない。これあれでジャンボのシェルやで。そう。全然狭く感じひんねんけど。そう。すごいよね。何これ。でこの可愛い電気もついてる。向こうにもついてるのよ。あっちはあっちまた違う。ちょっとねライトがね今ちょっとつけられへんけど、こういう感じでねライトも結構充実してますよね。めっちゃ可愛いこれ。こういうのも好きなんつけれるっていいよね。いや良すぎでしょう。もちろんねここまでしっかり家具作り込んじゃうとちょっと重くなるっていうデメリットあるんやけど、こんなさ可愛い色味のさ見てこの扉。やばくね。さっきの段差あるだけじゃなくて縦にも入ってるんやけど。すごいよね。信じられへんでこの手間。一個一個ちゃんと塗ってあるしさ。そっかこのまま出たらかなり圧迫するけどこの丸みがあることによってそうほんまにいつも言うけどちょっとしたことに見えるけどそれがすごい大きなことなんよね。それが今回はこの丸みがね大きすぎる。いやこんなね家具凝って作ってるのは他に見たことないね。これはもうプロのなせる技です。そう本州にいるのに熱烈 DM を何回もしてしまうぐらいの。そうね確かに。なんかずっと見てられるよね。いや見てられるわ。だってこれも当たり前なんやけどサイズ感とか色味とかもね自由にオーダーできるから、もうちょっといかつい感じにしたりとかさ、もっと可愛くポップにしたりとかもできるわけやん。自分の好きな空間によりできる。いいね。なんか壁紙選ぶだけでもやっぱ全然違うんやけど、こういう家具までこんなにこだわれるって相当やと思う。そうね。ほんまに自分だけの本当の意味で自分だけの空間ができるかなって思うね。確かに。はい。キッチンカーもね製作されているということですので、ちょっとねご紹介したいと思います。外壁がねこういうねちょっと凹凸のあるタイプのガルバ使ってますね。でこれキッチンカーなんで、テーブル販売用のテーブルがついてます。クレープ屋さんになるそうですよ。可愛いよね。いいね。色味とかもね。開けるとねこういう感じの販売口になります。めっちゃおしゃれ。めっちゃ可愛くない？クレープ屋さんやってもうこれだけで買いたいもん。確かにね。いやもちろんさ味とかもやけどさ、移動販売って見た目も結構大事じゃん。もちろん一元さんが多いからやっぱりね。それだって店舗の面構えと一緒ですからね。これもねダンパーやからねお手軽にそう軽い力で開けれますね。そこね見てギャレめっちゃ可愛いのついてる。いやもう本当家具またほら R がカーブあっちもこっちもカーブやで。すごいね。ギャレもねおしゃれなでまたこのねレールライトがいい味出してますね。こういった感じでも制作されてます。はいということでご覧いただきました。いかがだったでしょうか。ちょっと詳細の方をねお話ししていきたいと思います。まずねシェルの重量の方でございます。分かりやすく今回このご紹介させていただいた最初にね一番最初にねご紹介させていただいたシェルのこのね中全部全てひっくるめた重量ですね。これがだいたい200キロちょっとぐらいということでですね、だいぶ軽いですね。やっぱね試行錯誤して軽量化されただけはあるかなというところですね。フレームに軽点使ったりとか、なるべくの軽量化ということで、こんだけね内装があってもね、200キロちょっとということでございます。で続きまして価格でございますね。価格の方が箱と換気扇あと照明電気やね、と窓が2つついた状態が標準装備なんですけど、それで90万円だそうです。なるほど。もう100万円切るの安いですね。そう今ね、やっぱ物価も高騰してるんですから、確かにそれで100万切ったらいいんじゃないでしょうか。そうですね、確かにね。で参考までに、先ほど見ていただいたジャンボの方ですね。最後にね家具いっぱいついてたやつね。ちょっと丸みのある家具がいっぱいついた、全く同じ状態。家具とか網戸とか、全部ひっくるめてね、同じようにして作ってる
もらって、全く同じように、はい、全く同じ内装にしてと言われた時の価格が、あれで約120万円ほどということで、これ破格の安さやと思いますね。安くね、なんかオプションってさちょっとつけたらさどんどん高くなっちゃって結局まあいっちゃうなとかって思うんやけど、はい、そうでもないよね。安っと思ってびっくりしたもん。さ5枚も角取ったさ手間半端ねえと思って、あれもあってテーブルもあって、はい、角が丸くてできすぎたバンクベッドもあって、それで含めて、全部で120と30しか変わらんの。そうなんですよ。すごいですね。はい、っていう感じでございますね。はい。はい、そしてですね、支払い方法でございます。はい、支払い方法はですね、ご制約時に半分、納品時に半分の2分割と。いうことになっております。良心的ですよ。良心的ですね。オーダーやから。そうね。オーダーやのに半分でいいよね。いや確かにね、最初半分。いや良心的ですよね。はい。もちろん一括で払うのももちろんはい OK でございます。で車の手配の方なんですけれども、できればご自分で手配してくださいとのことです。基本的にはお持ち込みなんですけど、ディーラーさん紹介したりすることもできるんで、ほんまに車のことがもうちんぷんかんぷんで分からへんっていう方はご相談くださいとのことです。はい。で最後にですね、気になる納期でございます。今現時点でですがどれぐらいでしょうか。3ヶ月ほどとなっております。なるほど。制作開始時期とかによって大幅にね変更になったりする場合もあるのでね、詳しくはねお問い合わせいただければと思います。はい、お願いします。北海道のビルダーさんなんですけど、もしね本州の方で欲しいなっていう場合も、ご対応可能な場合もあるとのことなんで、ご相談いただければと思います。はい。引き取りに来られる場合はね全然何の問題もないんですけれども、送るとかってなるとね、車とセットじゃないと難しかったりとか、そうですね。やっぱり費用もかかっちゃったりとか、もちろんそういう面もあるんで、お互いがねそこで OK 出るかどうかはね、そうですね。ちょっと人によるかなとは思うんで、間違いないですね。ご自身の状況と照らし合わせてご相談いただけたらなと思います。はい、よろしくお願いしますということでね、詳しくはシェルルを販売している箱屋さんのインスタグラムのね、URL がありますので、そこからねぜひお問い合わせください。はい、シェルに関することなどのねご質問等はね箱屋さんに DM していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、まだ見ぬシェルを求めて果てまででもいきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。